よう、鉄。ユウさん、どっちに行くのかい？いや、ケーキ漬けにちょっとな。ケーキ漬けっとってみんなどこで飲んでんだ？最近この店に誰も来ねえけど。そりゃ女やな。女？もう身分やからダーリンは。ほら、この前大通りにできた。ああの新しい店。酒はどこでも飲めるのにみんな入り浸りってことは女以外に考えられへん。うちはこうしてダーリンと差し向かいで飲めるからええけど、ママさんにとっては由々しき事態やな。よっしゃ、ちょっくらうちが偵察してきたる。じゃあ皆さん、麻雀がお強いんですね。いやー、それほどでもなくもないんだ。俺たちが束になってかかりゃ怖いもんなしっすよ、タミさん。いっていててててててて。ありゃダーリンのおかげやろが。ったく、野上が攻めてきてるっちゅうのに浮かれよってからに。いってえな、焼いてんじゃねえや。あんたみたいなアホ相手に焼くかい。第一いくら鼻の下伸ばしてもどうなるわけでもないやろが。ちっちっち、見てみろよ、あの目つき。ありゃ絶対俺に気があるね。正真正銘のアホや。そいつはどうかな。何？ユウさん。今夜11時、有楽町駅改札口にて待ってます。ユウト。おのれ、抜け駆けとは卑怯な。今夜11時、井の頭公園で待ってます。あなたの団地よりと。まあ、今夜11時。待ってます。この女あかん。ダーリンに合わせたらあかん。まあなびくとすればユウさんの方かな。リーゼントのやつは10中10振られたやろな。あ、噂をすればや。昨日は残念だったな。まあ気落とすなや。何言ってんすか？プププププ。ユウの野郎には気の毒だが、俺様のこの熱視線でタミーちゃんはイチコロよ。そんなアホな。その上今夜は大事なお話があります。明日の夜9時、伊豆の天城峠で待ってます。なんてことになってまして。じゃあ急ぎますんで。嘘や。ってことは振られたんは。よ。ユウさん、運が悪かっただけや。弦直しにブチに行こう。弦直しって何言ってんだよ。今日はこれから。大事なお話があります。明日の夜9時、軽井沢の薄い峠で待ってます。てなことになっちまってよ。今日は忙しいんだ。ちょっと待ってえな。昨日の夜あの女と会うたんか？あ夜11時に？あ、ああ、リーゼントの野郎には気の毒だがな。それじゃおかしい。絶対におかしい。昨日はあの女二股かけて、ユウさんには11時に会うて、リーゼントにはちょっと遅れて会うたとも考えられるけど、今日に至っては伊豆と軽井沢やで。一体どうするつもりやあの女。いらっしゃい。ついに来てもうた。今ダーリーにもっとも合わせたらあかん女や。
いつまでたってもちっともお店に来てくれないから、私の方から来ちゃった。哲さん。こら、慣れ慣れしいやないのあんた。第一、品作っとる間に大急ぎで行かなあかんとこがあるんちゃうの。リーゼントやユウさんを待たしとるんやろ。何がおかしいんや。だって団地やユウさんだけじゃないんですもの。私のお店に来てくれた人はみんな日本各地で私を待ってるわ。今夜中には戻ってこれない場所でね。なんやて。そう、今夜新宿にいる売人はあなた一人なのよ、坊や哲。そんな、たった一人で全員を手玉に取ってたんか。一人じゃ無理ね。新宿の売人全員を相手にするなんて一人じゃ無理よ。一人じゃ無理って。でもそんなところに立ってないで入ってきなさいな。あんたら双子やったんか。私たち二人で一人、野上四天王のタミーとミミよ。野上四天王の一人、天海のハブを倒した徹夜だったが、由々しき事態が起きた。優や団地をはじめ、最近新宿にやってきたバーの女の色気に騙された売人たちが新宿から一斉に消えたのだ。しかしその女こそ土佐犬が送り込んだ新たなる刺客、双子のコンビ売人タニーとミミーだったのだ。双子万華鏡。あんたらが四天王やて。ねえ哲さん、私たちと勝負してくださるわね。負けた方が新宿を出ていくってことでどうかしら。売人みんな追い出しよったくせに勝負言うてもメンツがおらんやんか。ママ、店の奥に一択あったの。ちょっとダーリン、たとえ女言うても四天王相手に2対1じゃ。いや、一人じゃねえよ。どうでこおめえが入れ。そうか、今夜新宿をかけた大一番で残ってる売人はダーリンただ一人。しかもメンツに加わりダーリンをサポートして野上四天王から新宿を守れんのはこのうちや。やい、タミーに耳陽明開いとき、何は女のど根性見せたるで。あんたら今まで売人たち相手にその色気で通用したんやろうが、この場におるんはうちとダーリン。そんなこすいて通用せんで。さあどないする。リーチ。早い、まだ40名やのに。ここは筋やからどうしてや。今度は何や。あなたのその捨て牌お下品だし。はあ。その上その牌当たりですの。ロン、リーチ一発チートイツ。しもた。なんやムカつくなこいつら。リーチ。まだ30名やのに。現物はないけど頬に2枚で取るから、これはどうしてや。ロン、リーチ一発チートイツ。またチートイツかいな。何がおかしいんや。だって私たちがチートイツで上がるのは自然なことなんですもの。はあ。私たち双子でしょ。
生まれた時から統一ってことね。だから私たちには同じ牌が2つずつ集まってくる。自然に地位統一ができてしまうのよ。言うなればこれは双子の天運ってとこね。双子の天運やて。しかも今日は特別。一人だけでも統一を引き寄せる力が2倍。今日は2人揃ってるから。その4倍ね。地位統一。短期待ちやから筋は切れんわ、待ちは読み切れんわ。こいつら毎回チートイツ狙いとなると、こりゃ厄介やで。いや、そう厄介でもねえぜ。ちょっと失礼。なんや、双子やとヨータスンも一緒かい。まあお下品ね。ママさん、おトイレどこかしら。まあお下品ね。やっとくそー、めっちゃムカつく。落ち着けドテコ。ダーリン、考えてもみろ。今まで上がってんのはタミー一人。ってことは間違いねえ。あの二人コンビ打ちだ。あいつら灰をやり取りしとったんか。道理でそこにこそ付け入る隙がある。好き？ああ、完璧なコンビ打ちのためには完璧な仕事が不可欠だ。そのためにもコンビは完全に役割分担される。上がり役とトス役にな。となると警戒すべきは。ごめんなさいね、お待たせして。警戒すべきは上がり役のタミー一人。ここはダーリンのサポート役としてうちがタミーに振り込んだらあかん。よし、トス役のミミィは無視して、ここは初っ端からタミーの現物や。ポン。ダーリン、これでいいシャンテン。私をタミーを止めに来たわね。でも見くびらないでほしいわね。この程度で破られるようなコンビなら四天王は晴れないわ。この程度なら噂の坊や鉄も大したことなくてよ。ロン地位統一。そんなバカな。ミミィがトス役のミミィが上がった。こいつらどっちも上がれるんか。いや、ありえねえ。二人とも上がれるコンビなんかいるわけがねえ。これで16倍。ごめんね、双子で。通常コンビは互いの仕事を全うすることで成り立つもの。上がり役とトス役が入れ替わることは絶対にありえない。でも今度はどっちが上がり役なんや。わからんもんはわからん。タミーの現物や。ロン地位統一。だがこの二人、その役割が変幻自在に変化する。またトス役やったミミィが上がりよった。どっちが上がり役かさっぱりわからん。どないしたらええんや、ダーリン。喉乾いちゃったわ。ママさん、お飲み物いただけるかしら。そう、余裕しゃくしゃくか。便所がちこうなっても知らんで、このツレション姉妹が。どうでこ、次の曲仕掛けるぞ。仕掛けるって何を？自分の手を見てみろ。二人が統一を集めてるから場は自然と。ドイツ版になっとる。この敗勢でピンフ系を狙ってもかえって手が遅くなるだけだ。じゃあうちらも。同じ土俵に上がる。統一を集めて二人のスピードについていくしかねでもうちにはどっちが上がり役かさっぱりわからん。このまま二人いっぺんに警戒しとったら出たおりどころかうちの腕じゃ何にも切れへんねん。え。そうでもねえぜ。前曲ミミィは1巡目で上がってたが、この曲は5巡もかかってる。それがどうかしたんか？この2曲、上がり役だったミミィの月が落ちてる証拠だ。
月のないものが上がれないことはあの二人十分承知してるはず。次局必ず上がり役とトス役が入れ替わる。ごめんなさい、お待たせして。次局上がり役はタミーだ。これはダーリンの言った通りトイツバや。こりゃいけるね。チャンスは上がり役がはっきりしてるこの曲しかねえ。残る点数は2万弱。箱点になれば即種切れだ。流れを引き寄せるチャンスはこの曲を逃すと他にねえ。バカな。ミミィの月は落ちていたはず。ロンチートイツ。ダーリン。月の上下のねえ人間なんかいるはずがねえ。なのになぜ月の流れが読めねえんだ。ほれ見ろ、また連れションやんけ。さすがは坊や鉄。月の流れが読めて一流ね。でも私たち二人には月が落ちる瞬間なんてものは存在しないのよ。ロンチートイツ。今度はタミー。どちらが上がるか読めない。月の流れも関係ない。私たち相手に打つ手はない。だから私たちコンビは最強ですのよ。ロンリーチチートイツ本一ドラに倍物。さすがの坊や鉄も私たちコンビの相手ではなくってよ。これほどまで完成されたコンビは未だかつて見たこともねえ。完敗だ。もう種切れだ。私たち相手にお引きなしでよくやったわ、鉄さん。でも種切れなら勝負はおしまい。負けた方が新宿から出ていく約束よ。出てかないかんのはうちや。うちが何もできへんかったから、何の役にも立たへんかったからや。とっとと出てけば。誰も止めないわ。あなたみたいな足手まとい。ドテコ、おめえは残れ。そしてみんなにこの一件を伝えてくれ。ダーリン。さよなら。坊や鉄。まったく変な。カマトとブレンのも今のうちやで。これ見てやダーリン。毎日ん時の用事忘れとったわ。勝負はまだ終わってへんで。もうやめとけば。どうせ100円札1枚じゃ。結果は同じですわよ。たとえ100円札1枚でもこれはうちの全財産や。ダーリンならきっと。坊や鉄も落ちたものね。所詮あなたごときケン様の敵じゃなくてよ。ケン、ドサケンか。彼は一晩で何百万という大金を動かしている。東京日本再建という大きな目的のためにね。貧乏くさい女の小金にしがみつかなきゃならない人とは運命の差よね。あなたとあの人では人としてのスケールが違うのよ。ドテコの100円とドサケンの動かす大金とどう違うってんだ。てめえら売人ってもんが分かっちゃいねえ。なんですって。本物の売人ってのは金額の大小で命を張る張らねえを決めてんじゃねえ。この金は新宿に残った最後の金。新宿そのものだ。俺たちはこのたった1枚の100円にこそ命を張るんだ。ダーリン。借りるぞ。強がっちゃって可愛いわね。懲りないおバカさんのためにすぐ終わらせてあげる。いらっしゃい坊や。お前たちの月は必ず落ちる。ここにまだ金が残ってたことが何よりの証だ。俺たちが絶対に勝つ。さてと、演説聞いてたら喉乾いちゃった。何か飲み物取って。
いちいち席立つの面倒でしょうから持ってきてあげたわ。どうもご親切に。